ワンちゃんが飼い主さんを召使いとみなしている場合、独特の行動パターンを示すことがあります。これはしばしば、ワンちゃんが家庭内での支配的な立場を占めていると感じている時に見られる行動です。この動画では、ワンちゃんが飼い主さんを召使いだと思っている時に、見せる行動に焦点を当て、これらの行動の意味と、健康的な関係を築くための対応策を探ります。ワンちゃんと飼い主さんとの適切な関係のバランスを保つ方法を学びましょう。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、膝の上から降りるのを嫌がる。ワンちゃんが飼い主さんの膝の上から降りることを嫌がる行動は、彼らが飼い主さんを安心できる存在とみなしていることの表れです。ワンちゃんは彼らが安全でリラックスできると感じる場所でのリラックスした姿勢をとります。例えば、ワンちゃんが飼い主さんの前で仰向けに寝ることは、彼らが飼い主さんを信頼していると感じていることを示しています。これは、動物にとって一番危険な行為であり、特に寝ているときは、無防備な状態になります。したがって、この行動はワンちゃんにとって安心できる状態であることを意味しています。また、ワンちゃんが飼い主さんに背中を向けて座る行動も、飼い主さんを安心できる仲間と感じていることを示しています。敵に背中を見せることはないため、この行動はワンちゃんが飼い主さんとの関係を信頼していることを意味します。これらの行動を通じて、ワンちゃんは飼い主さんを自分の安全を守る存在として認識し、彼らの近くでリラックスしたり、安心して過ごしたりすることを選択しています。膝の上から降りたくない行動も、このような信頼関係の一環として見ることができます。その2、肉球を触らせてくれない。ワンちゃんが肉球を触らせない行動は、ワンちゃんの本能と感覚の敏感さに起因しています。ワンちゃんはもともと足先を触られることに警戒し、不快を感じることが多いです。特に野生動物にとって、足を怪我することは生存に直結するため、足先はワンちゃんにとって非常に重要な部分です。肉球は毛が生えておらず、非常に敏感な部分です。そのため、ワンちゃんは肉球を触られることを快適とは感じないことが多いです。飼い主さんによる触れ方や状況によっては許容する場合もありますが、見知らぬ人や不慣れな触り方には抵抗を示すことが一般的です。また、肉球をプニプニしすぎることは避けるべきで、肉球が非常に敏感であることを理解することが重要です。このように、ワンちゃんが肉球を触らせない行動は、彼らの本能的な警戒感や敏感な感覚から来ていることがわかります。飼い主さんとしては、ワンちゃんの快適さや安心を尊重することが大切です。その3、頭を撫でると耳が立つ。ワンちゃんが頭を撫でられた時に耳が立つ行動は、その瞬間に興味や関心を示しているサインです。ワンちゃんの耳がピンと立っている時は、何かに興味を持っている、または何かを確認したいと思っている時です。このような耳の動きは、ワンちゃんが飼い主さんの行動に注目しており、飼い主さんの動作や表情から情報を受け取ろうとしていることを意味します。また、ワンちゃんが耳を少し前に倒しているときは、状況を見極めたり、飼い主さんの話を聞いているときのサインです。
飼い主さんが話す一言一言にじっくりと耳を傾けており、どうせ会話はできないと思いつつも、飼い主さんの言葉を理解しようとする姿勢を示しています。このような耳の動きは、ワンちゃんが飼い主さんとのコミュニケーションに積極的であり、飼い主さんの行動や言葉に反応していることを表しています。ワンちゃんが飼い主さんを召使いだと思っている場合、飼い主さんの愛撫や行動に興味を示し、自分の要求や関心を示すために、このような耳の動きをすることがあります。その4、決してお座りだけはしない。ワンちゃんがお座りをしない理由には、いくつかの可能性があります。最も一般的な原因の一つは、足や股関節に痛みがある場合です。お座りの姿勢は後ろ足と股関節、腰など様々な部位を使うため、これらの部分に痛みがある場合、ワンちゃんはお座りを避ける傾向があります。捻挫やヘルニア、リウマチなどの疾患が原因であることもあります。また、病気が原因で体調不良を感じている場合もあります。お腹や足に腫瘍があり、痛みや苦しみのためにお座りができないこともあります。この場合、下痢や嘔吐、食欲不振やふらつきなどの症状が伴うことが多く、獣医師による診察が必要です。環境の変化や外出先などで受けるストレスや緊張もワンちゃんがお座りをしなくなる原因の一つです。ストレスや緊張を感じているワンちゃんは、そわそわする、ハッハッハッと激しくパウンディングする、鼻をしきりに舐める、あくびをするなどの仕草を見せます。緊張から来る行動は一時的なものであり、落ち着けばお座りをするようになります。信頼関係の崩壊もワンちゃんがお座りをしない原因の一つです。飼い主さんがお座りの指示を出しても無視する、触ろうとするとうなる、噛むなどの仕草が見られる場合、信頼関係がうまく築けていない可能性があります。この場合、しつけをやり直し、信頼関係を再構築する必要があります。老化もワンちゃんがお座りをしなくなる原因の一つです。7歳以降のワンちゃんは足腰が弱くなり、お座りをするのが困難になることがあります。また、耳が遠くなり、飼い主さんの指示が聞こえにくくなることもあります。老ワンちゃんの場合は、無理にお座りをさせず、ワンちゃんのペースに合わせて接することが重要です。これらの理由により、ワンちゃんがお座りをしないことは、飼い主さんを召使いだと思っているというよりも、身体的、心理的な要因が大きいことがわかります。飼い主さんとしては、ワンちゃんの行動の背後にある原因を理解し、適切に対応することが重要です。その後、食事の時間を主張する。ワンちゃんが食事の時間を主張する行動は、彼らが定時に食事を与えられることに慣れているために、生じることがあります。飼い主さんが、規則正しい生活を意識して、食事の時間を決めている場合、食事の時間がルーティン化すると、時間が少しでもずれると、ワンちゃんは早くご飯をちょうだい、とイライラしてしまうことがあります。このような行動は、ワンちゃんが食事時間の到来を予測し、それに応じて反応していることを示しています。その6、飼い主さんの指示を無視する。ワンちゃんが飼い主さんの指示を無視する行動には、複数の理由があります。一つは、飼い主さんに呼ばれると嫌なことが起こると学習してしまった場合です。例えば、爪切りや歯磨きなど苦手なことが
呼びかけの後に行われた経験から、呼ばれる嫌なこと、と記憶してしまうことがあります。また、興奮状態にある時や疲れている時も、飼い主さんの声かけに反応しないことがあります。特に、環境の変化や外出先でのストレスが原因で反応が鈍くなることもあります。さらに、聴力の低下も、ワンちゃんが飼い主さんの指示を無視する一因となり得ます。特に、老化や病気による聴力の低下がある場合、以前は反応していたのに、反応しなくなることがあります。その7、他の人やワンちゃんに対して支配的な態度をとる。ワンちゃんが他の人やワンちゃんに対して支配的な態度をとる理由は、自分がリーダーだと思っているからです。甘やかしや過度な保護によって、ワンちゃんが自分がリーダーだと思い込むと、飼い主さんや他の人に対して支配的な態度をとります。これはワンちゃんが飼いのものを守ろうとする心理から生じる問題行動です。また、ワンちゃんが納得できないことや理不尽なことがあった場合にも反抗的な態度をとることがあります。ワンちゃんは自分の意見を持つ生き物であり、その感情を表現するために反抗的な態度をとることがあります。恐怖心から反抗的な態度をとることもあり、例えば、飼い主さんにきつく怒られた時などが該当します。さらに、ワンちゃんにも反抗期があります。この期間中は、自我が目覚め大人になるために必要な時期であり、この時期に反抗的な態度をとることがあります。飼い主さんを召使いだと思ってるワンちゃんが見せる行動を理解することは、ワンちゃんとの健全な関係を維持するために重要です。この動画で紹介された行動に注意を払い、適切なトレーニングとしつけを通じて、ワンちゃんに適切な行動を促すことが必要です。健康的な関係では、ワンちゃんと飼い主さんは、互いに尊重し合い、バランスの取れた相互作用を持ちます。ワンちゃんの行動に一貫性を持たせ、適切なリーダーシップを示すことが大切です。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。